こんにちは、たかしです。本日は12月10日土曜日、週末ですので、来週12日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは冷やしからです。昨日は上髭、下髭は出てますが、陽線で終えております。ようやく三角持ち合いを抜けてきたのかなというところ、ちょっと抜け方としては微妙な感じで、冷やしを見るとやはりまだ迷っているなという感じは受けるんですけれども、それでもこの辺の揉み合いをようやく抜けてきたところです。ここから週明け抜け切って上に向けるのか、それともこの上昇が騙しになって再び三角持ち合いの中に戻ってくるのかというところですね。現在ストキャスティクスも高値圏に来てますので、ちょっとその辺は注意ですね。ここですね。過去のこのデッドクロスからの下落っていうのはここの下落になりますので、それなりの値幅下落しているんですよね。で、今回デッドクロスしてくると、やはり比較的大きくは下落すると考えられますので、もうそろそろ高値圏に入るので、そろそろ注意が必要ですが、現在はこの三角持ち合いを上抜けたようにも見えますので、一旦の上昇はしそうというところです。ただ上昇しても次はこの緑のボックスの上限があります。過去にこういったところでずっと意識されてきているラインですので、168.7 付近っていうのは再び大きく意識されそうですので、このまま三角持ち合い上抜けて上昇したとしても、ここ緑のボックス上限で大きく下落、その時にストキャスティクスは高値圏みたいなことも起こりかねますので、その辺は注意ですね。では4時間足です。先ほどの三角持ち合いの上限がこちらのライン。そしてここの揉み合いをようやく抜けてきました。ただ抜けた後、陰線でこの上限付近まで戻されてますので、ちょっとここは気になるところですね。ここから週明け大きく下落してくると、再びこの揉み合いの中に戻されてきますし、週明け上昇していくようですと、ここを上抜け後の今押しをつけたと考えられますので、まず週明けの初動を確認していきたいですね。初動で上昇するのか下落するのかによってこの先の方向性っていうのが変わってきます。そしてストキャスティクスは方向感がありません。マクディも今横ばいです。で、マクディ横ばいなのがちょっと気になりますね。現在 GMMA はじりじりとですが上向きになってきております。そして1時間足の目線切り替えポイントを今までここに引いていたんですが、昨日明確に上抜けてきましたので、一旦ここに変えてます。つまり今1時間足の目線は上、4時間足の目線は下というところですね。そしてこの揉み合いを抜けてきたので、次のターゲットはこのオレンジの点線ですね。次は4時間足の目線を切り替えに動くだろうというところ、169円付近、この辺が次の上昇ターゲットとなります。まず週明けの初動、上昇に向かうのであればここを目指してくると考えますし、下落に向かうのであれば再びこの辺の安値、まずは1時間足の目線切り替えポイントの 166.5 付近を目指してくると考えますので、まず初動を確認して下に行くのか上に行くのかっていうところを見ていきたいですね。では次は1時間足です。1時間足にはこの揉み合いのところに黄色のボックスを設けておりました。このボックスを今上抜けてきているんですね。昨日の夜に強く上抜けたんですが、その後金曜日の夜中ということもあり、じりじりとその調整で下落をしてきました。今ここが過去のレジスタンスラインになるんですね。この高値でずっと抑えられてますよね。ですので週明けここがサポートに変わるようですと、もう一段上昇してきた時は一旦金曜日の高値でどうなるか、ここでダブルトップで下落する可能性もありますので、まずは金曜日の高値を超えられるか、超えられると4時間足でお話ししたイメージで上昇していくと考えます。そして週明け下落してきてまたこの黄色のボックス内に戻された場合は、再びこの紫のライン 166.5 ぐらいを目指していくと考えられます。今1時間足のストキャスティクスはデッドクロスして下落中ですね。これが下げ切るかどうかっていうところです。過去のここのゴールデンクロスは少し汚くなってますので、もしかするとこれも綺麗に下げてこないかもしれませんけれども、今は一旦週明けの動きに注目ですね。週明けここでサポートされるかどうかというところです。そして金曜日の動きの少し振り返りになるんですが、この陽線、この大きな陽線ですね、12時の陽線なんですけれども、こういった陽線を見るとついていきたくなる人がいると思うんですが、それは危険ですので、こういう大きな動きをしている時はそこについていくのではなく、
その動きが一旦終わって調整の下落をしてから次のエントリーポイントを探すのがいいと思います。今は1時間足で見てますので、5分足とかに落とせばエントリーポイントはあるんでしょうけれども、それでも強く上昇しているローソク足がぐーっと伸びている時っていうのは、そこに乗っていくと最高値をつかむということがよくありますので、そういった場合は小さな時間軸で GMMA の動きを見ながらその上昇トレンドについていくことも可能なんですが、そういう時は1時間足のこういう調整ですよね。結局昨日168円まで上昇して、また 167.4 付近まで今下げてますので、こういう1時間足での大きな調整に巻き込まれる可能性もありますので、買い足でトレードするときは上位足の調整の下落に巻き込まれないように利確をしていくことが大切です。そして1時間足の波を狙っているのであれば、こういうグッと上げてきたときは一旦の調整を待つ。どこまでこれが伸びるかわかりませんし、そこに乗り遅れるのが嫌だという風に感じるのかもしれませんが、やはりこういう動きをしてきますのでね、それがどこまで伸びた後にこういう動きに入ってくるかわかりませんけれども、一旦は調整を待つ。もしくはこの上昇を狙いたかったのであれば、この大きなローソク足が出るまでの地点でエントリーしていく。つまりこういうところとかですよね。この辺の転換点を狙っていくとか、そういうことをしていかないといつまで経ってもこの辺でエントリーして今含み損を抱えているみたいな感じの方は、もしかするといずれ週明けここから上昇してその含み損はプラスに変わるかもしれませんが、それはエントリーポイントとしては微妙だということは覚えておいてください。本日は以上です。この動画が良かったら高評価と忘れないうちにチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。今週分は本日の午後から更新する予定です。誰でもご参加できるようにコーヒー1杯分くらいの価格にしております。過去動画を見ていただくだけでも元は取れますので一度お試しください。それからもう少しトレードスキルを向上させたい方はポストプライムでプライム投稿というのもしております。こちらは2週間の無料期間がありますので、これも過去投稿をすべて見ていただけます。2週間以内にやめれば無料のまま有料投稿を見られますので、一度お試しいただいて自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。自分のトレードに根拠が少ないと感じる方、もしくはなかなか勝てないという方は YouTube のメンバーシップやポストプライムのプライム投稿を一度お試しください。詳細は概要欄をご覧ください。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されませんので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。